こんにちは。分子病態学分野の倉永です。私たちは生き物の形作りと維持の仕組みを理解することを目指して研究を行っています。今回は私たちの研究室で注目している2つの研究テーマ、上皮細胞が集団で動く仕組みと上皮細胞を維持する仕組みについてお話しします。私たち多細胞生物では受精卵、つまり1個の細胞が気の遠くなるようなプロセスを経て生物の形を作り上げていきます。例えば人体は60兆個もの細胞が集まって作られています。しかしながらただレンガを積み重ねても建物が作れないのと同様に、細胞を寄せ集めただけでは体の形を作ることはできません。無秩序な細胞の塊に秩序を生み出すことで初めて細胞は生き物になります。この神秘的な仕組みを紐解くために、細胞が形を作り始めるプロセスに注目してみましょう。1個の細胞はまず卵割によって数を増やしますが、ある程度数が増えると内部に卵割孔ができ、外側を細胞シートで覆われたゴムボール状の胞胚となります。この細胞シートが折りたたまれ、貫入することによって幻聴形成が行われます。幻聴の貫入は発生初期に起こるダイナミックな形態形成イベントであり、これが生き物の体を作る初めの一歩となります。胞胚のようにシート状に配置されたいわば2次元の細胞集団が3次元となり立体的に変形する例として、シートの折りたたみ、ねじれ、伸長、移動などが含まれます。近年の報告からこのような細胞集団の変形が外側からの力に依存せずに、個々の細胞の振る舞いを組織化することで成立することが明らかになってきました。私たちはこのような単純から複雑への変化を担う駆動力は何か、つまり集団を動かす個々の振る舞いと個々の振る舞いを組織化する仕組みとは何か研究を行っています。私たちがモデル生物として用いている研究に適した小さな生き物、キイロショウジョウバエを紹介します。別名フルーツフライと呼ばれる果物の果汁が大好きな昆虫で、体長は約2ミリ、手のひらサイズで飼育ができます。ショウジョウバエは完全変態生物としてさなぎの時期に棒のような幼虫から頭、胸、腹と分かれた成虫へとダイナミックな形作りを成し遂げます。このような劇的な変化が起こるにもかかわらず、さなぎ期は飲まず、食わず、動かずなので、器官形成過程をライブイメージングで解析するのに非常に適しています。ライブイメージング用のサンプル調整をお見せします。これはショウジョウバエさなぎです。このままでは何も見えませんので、イメージングで解析したい器官の近くの殻を剥きます。器官が見えました。このままだと乾いてしまうので、スライドグラス状に簡易モイストチャンバーを作って、その中にさなぎを固定します。準備したサンプルをレーザー顕微鏡にセットして、さなぎを生かしたまま器官形成のライブイメージングを行います。ショウジョウバエ遺伝学を用いて GFP などの蛍光タンパク質を目的の細胞や組織に発現させて可視化し、細胞を集団で動かすダイナミクスを解析しています。こちらは私たちが単純から複雑への仕組みの解明に使用しているショウジョウバエ器官形成のイメージング画像です。上皮細胞の接着タンパク質を GFP で可視化しています。
シート状の上皮細胞が折れ曲がり、伸長し、ねじれ、移動するという一連のプロセスが見られます。私たちはショウジョウバイ電学とライブイメージングを駆使して細胞が集団として動く仕組みの解明を目指しています。先ほど顕微教室でお見せした私たちが注目している器官形成過程についてご紹介します。ショウジョウバエサナギ期に見られる有性外生殖器の器官形成です。こちらはショウジョウバエサナギを背側、腹側から見た写真です。ショウジョウバエの体節後部領域だけで核に極在する蛍光タンパク質を発現させると、このように頭、胸、腹に分かれている様子や、腹側から見ると足が伸びている様子が観察されます。お尻の先端部分に生殖器を形成する構造があります。ムービーをご覧ください。さなぎになってから24時間後に約12時間かけてこのように1回転します。私たちはこれがどうやって回っているのか研究しています。まず生殖器を取り囲む上皮細胞が集団で移動して生殖器を回していることを明らかにしました。またその集団移動にはアポトーシスが必要であることを示しました。そこで現在この生殖器回転をモデルとし、上皮細胞を集団で動かす仕組みを研究しています。このムービーでは細胞接着因子であるカドヘリンに GFP を融合させて可視化しています。周辺の細胞が互いに接着を保ったまま、シート状の構造を維持したまま、集団で動いている様子が観察されます。移動の開始から停止まで同一個体で全てのプロセスを可視化できるこのモデルを使って遺伝学、ライブイメージング、数理モデリングを駆使して細胞が集団として組織化されて動く仕組みにアプローチしています。私たちはもう一つ、上皮組織を維持する仕組みに着目しています。この仕組みを理解するためにショウジョウバエサナギの中で見られる表皮細胞の入れ替わりに着目しました。ショウジョウバエの表皮はサナギの時期に大きくて重たい幼虫細胞から小さくて軽い成虫細胞に完全に入れ替わることが知られています。入れ替わりの様子をライブイメージングでご覧ください。このムービーは細胞接着因子のカドヘリンを GFP で可視化しています。ムービーをご覧ください。私たちは増殖する成虫細胞に隣接する幼虫細胞が死ぬことで細胞の数のバランスを保ち、皮膚のバリア機能を維持することを明らかにしました。そこで今後は遺伝学とライブイメージングを用いて増殖と死のバランスを保つ物質や力を理解することを目指しています。このように私たちはショウジョウバエ遺伝学とライブイメージング、最近では数理モデルを駆使して生き物の形作りと維持の仕組みの解明を目指して日々研究を行っています。研究室の場所は神戸の理化学研究所にあります。私たちの研究に興味を持った方は理研 CDB のホームページをご覧いただき、ぜひご連絡ください。